ビビッドに映りますね、これモニターで見てると。はい、建築家の平田昭久です。建築家になりたい君へというお話をしたいと思います。そうですね、建築っていうのはほとんどその人間が農業とかを始めたのと同じぐらい古いものですので、人間の歴史と共にあると言っても過言ではないと思うんですね。なので本当にたくさんの考え方を受け止めるような非常に幅の広いものだというふうに思うんですね。でこういうものじゃなければいけないとかいうことは実はなくって、世界にいろんな人がいるように建築も本当に多様であり得る。どんなものでも建築になり得る。こうでなければならないとかあまり考えないで自由にやればいいんじゃないかなって思います。最初から答えがある問いはそんなに解けたとしてもそこまで偉くはないですよね。実際本当に素晴らしいのは答えがなくて、問い自体も自分で見つけて、そしてそれを投げかけた時に、どうなるか誰も保証はしてくれないんだけども、なぜかこれだとうまくいくかもしれないっていうのを試しているうちに別の扉が開けたり、そういうことがやっぱり、どんな世界もそうだと思うんですけど、最も偉大なことにつながると思うんですよね。でそれを人類はずっといろんな形でやってきたんだと思うんですね。それが僕たちの受け継いできたものだし、その先に何かを見つけるっていうことも一番楽しくて素晴らしいことなんじゃないかなと思ってますね。大きな惰性があるというか、物も重かったりとか人の集まりも大きくなってくるといろんな人がいるからそんなにすぐに動かないんですよね。そんなにすぐに動かないからすごく大きなものを作ることができるんですよね。なので逆を返せば当然そのすぐに動かないことによって自分の中ではこういうことを考えたのに全然すぐできないとか、何か言ってもなかなか人が動かないとか、そこはだから本当に先を見てやっぱりそこに希望というか自分なりのこの面白さとか光ってるものをずっと見続けるという持続力は建築は必要かもしれないんですけど、それがあればゆっくりゆっくり大きなものがガーッと動いていくと。でそれが最初自分が想像したものと変わっていくんですけども、変わっていくことがまたすごくエキサイティングで、もう想像もしていなかったようなことがいろいろ起こるわけですよね。それが最高に面白いところで、どんなにその巨匠でも本当に駆け出しの建築家でも本当に小さな住宅一つ作った時にみんなのこの注目を浴びるっていうようなことはいくらでも起こるわけですよね。大きなものでも小さなものでもやっぱり等しく建築として面白いものは価値がある。その意味ではある意味では平等だっていうふうに思います。でその一方でなかなかその大きなものにありつけないっていうか、そんなにすぐには都市のようなものを扱ったりとかできないんですけれど、ずっと言い続けてたらだんだんそうなっていくものじゃないかなって僕なんかは思っていて、僕も45歳から55歳の間にこういうことしたいみたいなことを言ってたんですけど、今なんとなくそういうことをやってるようなとこがあって、で考えてみれば80になってもオスカニマヤみたいに100を越してもずっと建築を作り続けられるっていうのは素晴らしいことだなと思ってて、なかなか上の方々が引退しないので大変なジャンルではあるんですけど、裏を返せばずっと走り続けられるっていう素晴らしいジャンルでもあるという気がしています。